岸田総理、自民党が103万の壁を150万に上げると言われているが、それはやらない。減税というか、それは将来世代の付けになってしまうからやらない。立憲の野田さんも似たことを言ってました。たとえそうだとしても今は現状するべきで、今を大事にしないと将来はなくね。今を大事にしたいのじゃなくて、税金で食ってる人たちと、税金を払う人たちというのに、種類に分けて考えてください。玉木さんが言ってたんですけど、タックスペイヤーとタックスイーターという2種類がいます。税金を払う人と税金で食う人たち。で、年金の人たち、生活保護の人たち、政治家、公務員、政府の仕事を受けてる人たち、橋を直す仕事とかの工業系の人たちっていうのは、税金で暮らしてる人たちです。建設会社で民間ですって言ってても、でも橋を直しますとか、公共工事をしていますというのが、その事業の割合の大規模の8割9割が公共工事でやってますというのは、基本的には税金が回ってきて、その税金で食ってる人たちなんですよ。で、そういう人たちの家族も含んでいくと、タックスイーターとタックスペイヤーの割合は、もちろん公共事業でやってる人も税金を払ってるんだとか言うんで置いといてください。国税という税が増えた方が得をする人たちと、国税が減った方が得をする人たち。国税、じゃあ国の予算というのが半分になりましたって言ったら、公共事業なくなるかもしれないよね。政治家は給料減るかもしれないよね。そうすると政治家の家族は困るよね。で、公共事業でやってる建設会社の人たちの社員の人たちも給料減るかもしれないよね。なので、公共事業は減らさない。むしろ税というのは増えた方が得だよねっていう、国税が増えた方が得な人たち。で、これは病院で働いている人も介護職の人も含まれます。介護職の人たちのお金ってどっから出るかっていうと、税金で出てるんですよ。完全にプライベートで自腹で人を雇って介護やってますっていうような 0.0001% になると思うんですけど、なので病院で看護師ですとか介護でデイケアとかやってますっていう人も税金で食ってる人たちなんですよ。税がなくなりました。じゃあ介護報酬減らしますってなったら、そういう人たちの給料減るんですよ。で、考えてください。タックスイーターとテックスペイヤー、今は日本はどちらが多いですか？ちなみに年金もらってる人たちだけで3割です。高齢者で年金もらってる人が3割で、病院とか介護とか建築とか政治家とか公務員とかという人たちが人口の何%ぐらいいるかで考えると、僕はもうね、50% 超えてんじゃないかなと思うんですよね。ギリシャが労働者の4分の1が公務員だったんですよ。で、破綻したんですよね。労働者の4分の1が公務員っていうのがどういう状態かというと、公務員の奥さん働いてません。公務員の子供というのもいたりするので、さらに公務員の親戚っていうのもいたりするので、4分の1が公務員なんだけど、公務員の金で食ってる人たちというのは4分の1で済まないんですよ。多分ね、半分超えてたと思うんですよね。なのでギリシャって公務員の給料どんどん良くなってくるし、公務員の待遇どんどん良くなっていったんですよ。それは公務員の待遇を良くする方が得する人が国民の割合で多分 50% 超えてたと思うんですよね。与党である自民党というのは税を減らすべきではない、増やすべきである。で、配るべきであるって言ってるんですよ。で、野党第一党の立憲民主党も税を減らすべきではない、増やすべきであるって言ってるんですよ。僕もこれ多分答え合わせはできてる気がしてて、タックスペイヤーの方が少数派で、有権者、選挙に行ってる人たちはタックスイーターの方が多分多数派なんだと思うんですよね。なので、有権者がちゃんと選挙に行き、タックスイーターの税を食ってる人たちが選挙に行き続ける限り、もうなんか答えは出てんじゃねえかなと思ってて。なので、そういうことか。ちなみにね、中小企業でも国からのお金で食ってる人たちがいるんですよ。神戸とかで SNS の運用やりますよって広告代理店の人とかは、斉藤知事から70万円とかもらって、中小企業でも政治家に入り込んで、国とか地方自治体とかからお金をもらうっていう中小企業が全然幸せになったりするので、そっち側もタックスイーター側なんですよ。結構ね、タックスイーターに見えない人たちも実はタックスイーターで暮らしてたりするんですよ。大阪万博でやってる業者とか、大阪万博で建物作りますとか、大阪万博のデザインやりますとか、大阪万博に出店しますとかって関わる人たちももちろんタックスイーターです。だから電通とかもそうですよね。新宿の都庁のライティングの仕事で、博報堂が10億とかそれぐらいもらってるんだっけ？あれもだからタックスイーター側なんですよ。もちろん民主主義ですよ。民主主義の結果として税を増やすっていう結論になった。だからもう構造的に積んでるっていう可能性は結構高いんじゃないかなと思うんですけどね。ここら辺がね、答えはちょっと出づらいんですよ。うち民間企業ですって言ってても、実際は国とか自治体の仕事多いよねっていうのは表向き言わなかったりするんで、なのでなかなか答えは出づらいんじゃないかなと思いますけども。例えばその官僚の奥さんは働いてないみたいなのがあって、労働者の割合で官僚は少ないよね。でも官僚が得する方に
投票する人は1票じゃなくて2票だよねみたいなのもあったりするので、そう NHK とかもそうですね。だから NHK 関連の人たちっていうのも基本的にタックスイーター側ですね。昭和のノスタルジーに浸るのを条約違反にしないと政治家はいつまでも過半数の高齢者に昭和の話をし続ける。でもそれで有権者が受かってしまうので、そういうもんなんじゃないかなと思うんですよ。アベマプライムで千代田区長選挙に出馬する候補者5人のうち4人がお話をするという機会があったんですよ。10代から40代の若い人たちの投票率を上げた方がいいよねって言ってる人だったりとか、キャバ嬢とかホストとかそういう働き方をしてる人とかの投票率上げた方がいいよねみたいなことを言ってる人がいたんですけど、で僕時間がなかったので言わなかったんですけど、あれ無意味なんですよ。なんで無意味かっていうと、議員選挙だったらありなんですよ。区議会議員選挙であれば千代田区だと12、3人受かんのかな、議員が。なのでそうすると、じゃあ10代の人たちの票を集めて1人議員を作るは可能なんですけど、区長選挙というのは1人しか浮かないんですよ。そうするとマイノリティの人たちに向けて一生懸命何かを言っても絶対勝てないんですよ。千代田区というのは平均年齢がそれなりにあって、有権者で投票している人の平均年齢もこれぐらいですと。ってなると、そこの人たちの投票行動を変えない限り区長にはなれないんですよ。10代40代の人たちが、千代田区にそもそも10代から40代の人があんまりいないっていうのなんですけど、じゃあその人たちが全員投票したとしても高齢者の割合が高いので、高齢者の人がこの人やよねっていう投票したらもうそれで結果決まっちゃうんですよ。なので選挙で勝つっていうためには、議員とかだったり考え方としては若い人たちの考え方とかいろんな人の考え方を受け入れた方がいいよね、その人たちも投票してもらった方がいいよねは分かるんですと。でも綺麗事ではなくて、選挙というのは戦いで、その戦いというのは多数票を取った人が勝つという試合なんですよ。議員みたいな13人の中で票が多い順に決まりますとかなれば、高齢者ばっかりみんなやってるから、じゃあ俺たちは若者狙いでいこうぜっていうので若者だけがここに投票するっていう形で勝つはいるんですけど、なのでそこら辺が分かってる感じではなかったなっていうので、なのでそこら辺泉さんが言ってくれたらもっとスッキリするんじゃないかなと思ったんですけど、なんかあまり話す機会なかったので、過半数の高齢者が昭和の話をし続けるというのが良くないという風潮で多分書いてるんだと思うんですけど、区長選挙とか都知事選挙とか首長一人選ぶ選挙というのは基本的には高齢者ターゲットで、高齢者の選挙に行きそうな人が喜びそうなことを言って票を取るというのが勝つためというか、それじゃないと勝てないです。そうやった方がいいよねとか、こういうやり方の方がおすすめだよねとかじゃなくて、それしか勝てません。そうじゃない社会の方がいいよねとか、例えばその若者2票とかっていう人いるんですよ。選挙システムをじゃあこうした方がいいよね、なりません。選挙システムを決めてるのは今の選挙で勝った人たちが決めてるんですよ。若者2票にしたら自民党大敗するかもしれない、だから若者2票にしよう。はい、自民党はそんな法案作りません。立憲民主党はもう今高齢者向けでマイナンバーカードをやめようとかっていう法案を出すみたいなこと言ってるじゃないですか。基本的にはもう自民党と立憲民主党は高齢者の取り合いをしてるんですよ。高齢者に対してお金を配ります、地方の高齢者に対してお金を配りますっていうのを自民党は今までのようなことを石破さんが言っていて、立憲民主党はマイナンバーカードをやめて病院もなんか昔ながらの紙の保険証で行けるようにする法案を作りますみたいなっていう感じで、紙の保険証で不正利用し放題の費用というのは誰が出すんですかっていうのは高齢者じゃなくて労働者なんですよ。労働者が社会保険料っていう形でこう一生懸命お金を出し続けて、一説によると医療費の不正請求というのは年間1000億円ぐらいいくんじゃないかと言われてるんですよ。もちろん完全な不正じゃなくて、本来受けなくてもいいよねっていうのを受けてるとか、あと薬関係なんですよね。マイナンバーカードで管理してると、どの人がどの薬をもらってるかというのが紐付けられるので、あなたこの薬もらっててそれあるはずですよねってなるんですけど、今の紙の保険証だとそれがないので、持病です、この薬もらいますっていうのをいろんな病院に行ってもらって転売して大儲けっていうのもできちゃうんですよ。そういう不正なものを防ごうとすると、やっぱり誰がどういう薬をもらってるかというのを管理する仕組みというのが必要なんですよね。お金を払う側としてはやっぱり不正利用を減らさなきゃいけないから、マイナンバーカードの方がいいよねというふうに労働者はなりがちなんですけど、ただ払う側ではなく受ける側は簡単な方がいいよね、マイナンバーカードとか暗証番号分かんなかったらできないからめんどくさいよね、じゃあ紙にしたいですっていう高齢者のその人たちに対してこう一生懸命主張するっていうのが自民党と立憲民主党がやってるっていうのがあって、社会というのはそういうものだよねっていう話です。減税するために支出を減らそうとすると景気後退してしまうという状況が30年くらい続いているような気がするんですが、どうすれば抜け出せるんでしょうか。支出を減らさないで減税すればいいじゃないの。支出を減らさなければいけないっていうのが、例えばじゃあ大学の補助金を減らしてしまいました。でその結果大学生の人数が減りました。でそうすると経済悪化しますよね。人口とその人の教育レベルが生産性につながるので、大学生が減れば減るほど日本の生産性は下がるんですよ。なので
大学生を作るという支出は減らすべきではないんです。大学生を作るという支出を減らさませんでした。で、減税しました。お金足りなくなりました。はい、国債。なので、国債を吸って、そのお金で大学生を増やして、大学生がプログラマーになりましたとか、英語喋れて、海外との輸入取引をすることによって、売り上げ上げました。インバウンドで売り上げ上げました。中国語を学んで、中国の観光客を受け入れて、その会社の売り上げが上がりました。大学生が勉強することによって、そこの売り上げが上がって、日本は豊かになるんですよ。なので、そのための教育費というのを国債という形で負担するというのは、むしろプラスなんですよ。で、問題は、日本にプラスにならない支出多くねっていう話なんですよ。エフラン大学に支出とかは僕はやめた方がいいと思うんですけど、東大生ですとか慶応ですとか、ある程度勉強する気のある学生に関してはバンバン金払った方がいいと思うんですよ。まず、無駄になってるものは減らした方がいいよね。でも、この支出は長期的にはプラスになるよねというものであれば、それはお金払った方がいいよねって話なんですよ。子供が生まれた時に1000万円払った方がいいよねって話をしてるんですけど、1000万円というお金を払って、そのお金どっから湧いてくるのって話なんですけど、日本人の平均生涯所得というのが、だいたい2億円ぐらいなんですよ。2億4000万円ぐらい。で、2億4000万円稼ぐと、消費税 10% だとすると、それで2400万円払うよね。もちろん所得税も払うよね。じゃあ普通に働いてるんだったら物買いましたとかで、所得税とか固定資産税とか、社会保障費とか、いろんな税金払うじゃないですか。2億4000万円ぐらい稼ぐということでいくと、だいたい税金並びそこら辺のなんか年金とかで4000万円ぐらい払うんですよ。ってなると、子供が生まれた時に1000万円先に払っても、残り4000万円払ってくれるんだったらお得じゃんっていう話なんですよ。子供が増えれば増えるほど、実は税収は増えるので、子供が生まれたらもう1000万円ですって言って子供をバンバン増やした方が、結果としては税収増えるよねっていうので、前払いをすることによって結果として売り上げが上がるよねっていう安い投資なんですよね。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。